皆様、本日はね、こちらの若鶏のささみを使ってお手軽チキンスティック作っていきたいと思います。で、味付けはちょっと今回はちょっとアメリカンな感じでね、唐揚げじゃなくてちょっとどちらかといえばイメージフライドチキンよりみたいな感じの味付けにしたいと思います。じゃあやっていきます。はい、ではまずささみ、こちらをちょっとスティック状にしたいので、筋取りがてらまず縦にカットします。この筋に沿って縦半分にして、そしたらこんな感じでね、筋が浮き出るので、この筋取ってあげます。このささみも筋が初めから取られてる、筋がないっすね。筋取り済みのささみ、で、筋は取りがてらちょっと細長くカットしていきます。でもし結構ね細くて大丈夫なんですけれども、2等分してもちょっと太いかなみたいな側があったら3等分にしてちょっと細長い感じにしてあげてください。理想はもうこれくらい。結構もう一つの指の太さよりもちょっと細いかなぐらいで。俺の指じゃ何の参考にもならなかった。ではここに味付けしていきます。まずニンニクチューブで2センチほど、これくらいね。で生姜、こちらもチューブなんですけれどもニンニクの半分ほど、こんなもんで、胡椒ちょっとしっかりめに、胡椒と、あとはこちらクレイジーソルト、ハーブ入りのやつですね。岩塩&ハーブ調味料で、冷めても美味しいように少し濃いめな味付けにします。コンソメ、こちら大さじ1/2ほど、お酒大さじ1杯、醤油大さじ1杯だったね今。醤油大さじ1杯とお酒大さじ1杯ですね。でここに味の素少々、こちらでよーく混ぜ合わせます。で普段の、鶏の唐揚げとかよりはだいぶ薄いので、薄いというか細い、厚みがないので味はすごい染みやすくなると思います。もうちょっとなじませたいからお酒もう大さじ1杯入れときます。だから合計お酒は大さじ2杯だね。ちょっと汁気が少なすぎるとねコンソメが溶けないんで。でこんな感じでよく揉み込んだら5分ほど置いとけば十分味は染みると思います。じゃあその間にちょっと衣の準備します。でパン粉ね、細めのパン粉をちょっと、たっぷりめに置いて、じゃあバッター液をボウルに作っちゃいます。小麦粉大さじ4杯、卵1個にお水大さじ1、でここに牛乳も大さじ1でよーく混ぜておきます。こんな感じで、俺の目安的にはホットケーキミックスよりもちょっと緩いかなぐらいで、ダマがなくなるまでよーく混ぜ合わせたら、こやつらバッター液をくぐらしてパン粉をつけていきます。その間にも油に火をつけてあげてください。じゃあつけていきます。だいぶ汁気もなくなった感じなのでちゃんと染みましたね。そしたらこれをバッター液にくぐらしてパン粉にポン、でギュッと一回ちょっと握ってあげてもしっかりめに衣をつける感覚で
か余計なものを落とすとかじゃなくて、もうギュッと握ってもうパン粉まみれにする感じですね。はい、こんな感じでどんどん衣つけて、あ、もういい香りで、もうバッター液とかはね結構がっつりドロッと入れちゃって大丈夫なんで、もう全部移しちゃおう。はい、でね、このパン粉とかだけねつける作業をね、お子さんとかに手伝ってもらえば楽にできると思ってってなんだ、逆にできると思うし、多分ねちっちゃい子もこういうのはねすごい餃子のあん包みみたいな感じで楽しいと思うので、ぜひぜひ家族で楽しんでやって、で本当これはおやつ感覚で食べれると思うので、お休みの日の3時のおやつにでも、あとお父さんのおつまみとかね、そういう感じですね。ではしっかりとね衣をつけたら、今だいたいね油が170度ぐらいになったので、そしたら揚げ始めます。いきます。まあ、約最初半分ぐらいかな。でこれでまあ 2,3 分ですね、衣にしっかりといい揚げ色がつくまでですね。で、まあ、くっつかないようにだけ注意して、でまあエビとかと違ってこんなキュッて丸まるようなことはないと思うので、まあ一回入れちゃえば多分細長いスティック状のね形はキープできると思うので、あとはいい感じの揚げ色にしていくだけですね。で最初はちょっと固まるまではあんまり箸でいじりすぎないようにね衣が剥がれちゃうんで、いつもの唐揚げよりはほんと細身で作れてるので味が染みやすいのと、あと火を通しやすいっていうメリットもあるので簡単ですね。では今で約ね大体2分もいってないかなぐらいなんですけれども、もうこんな感じでいいカリッカリに周りは仕上がったので、じゃあもうこれくらいで揚げちゃいます。ではこちらでささみスティックだね完成なので、あと最後お好みでね上にお塩だったりちょっとパセリとかかけたら彩りは綺麗になると思います。なのでケチャップ、マヨネーズ、あとはじゃあマスタードとかバーベキューソースとかね、お好きなものをつけてお食べください。ガーリックパウダーは？ガーリックパウダーもありだね。ちょっとかける最後、いいね。はい、じゃあこちらで完成なので実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。チリソース、マスタードマヨ、オーロラソース、ケチャップ、お好きなもの。了解です。でもちょっといただきます。行ってみてもらっていいですか。今日はコーラです。いい感じ。ちょっと俺チリソースだね。めっちゃうまい。サックサク。これは美味しいよ。あ、もう正直何もつけなくてもしっかり味してるわ。もうでもささみね、すごいジューシーだね、柔らかい。パサつきとか全然ない。うまい。これさ、しかもさ、ガーリックパウダーがすごいやみつき度合い増してる。仕上げにお塩とガーリックパウダーかけてるから。ガーリックパウダーは絶対かけてほしいね。パプリカパウダーとかもいいだろうね。違うのつけていい？オーロラソースちょっとスパイシー。合う。めっちゃ美味しいね。ちょっと辛い感じ。うん。とんかつとかに合いそうなソース。ちょマスタードマヨ絶対うまいと思うんだけど。うまいよね。待って、こうちゃんマスタードマヨ1位かもしんない。ガーリックパウダーにめっちゃ合う。俺一番好きかもこれ。うまっ。
うわうまっ。最高。これはね簡単だ。全然漬け込んでる時間なしでこれだけ下味ついてて、で揚げるのもねいつもの唐揚げに比べたら全然簡単だから、おやつとか最高だね。最高。おつまみスティックだね。いや作りたてにかなうものやっぱないわ。でもこれさ、ザックザクだもん。奥のやつ第一陣だったんだよ、んで揚げてから多分ねもう56分は経ってんだけど、うんうんうんそれでもサックサクだから、まあね、本当にみんなにね全く同じいや本当ガーリックパウダーは絶対やみつきにするんだったらかけてほしいんだけど、レシピ真似してもらえたらもうお店より超美味しいチキンスティックになってると思うんで作ってもらえて、これはすごい超美味しい。でも確かに俺このマヨが一番かもしれない。合うよね今回のガーリックパウダー。ガーリックパウダーめっちゃうまいね。はい、この下味付けがねすごいしっかりしてるからね物足りなさがないんだよね。うわうまっ。ほんとうまいね。マジでうまい。本当に柔らかさで言ったら大好きなフィッシュフィッシュチップスみたそいうな。フィッシュ&チップスのフィッシュみたいな感じぐらい柔らかいでしっとりしてるよね。マジで柔らかいで、まっ余計な筋も取ってるから、それね引っかかるようなところも何もなくて、ちょっとお高くなっちゃうんだけど筋取るのがちょっと難しいなと思うから、筋取れてるやつももう売ってるんで、そっちの方がねいいかもしれないよね。楽かもしれない、そっちの方が。最後一本食べるなんか余裕だった。もう多分もう2人前あったあらとパセリいいね。いいね。ちょっとしたね軽い苦味があるからねあとは爽やかになるよね。爽やかになる。もうこれはこっちは久々に来たかもしんないあとポテト欲しいね。これはやばいわ。うまかった。ということで、本日はですね本当にお手軽に作れるおつまみチキンスティックですねおこうちゃんに作っていただいたんですけど、短時間でできるその揚げ物の中では結構トップクラスにおすすめしたいなっていう料理になったっていうのと、最後映ってないんですけどやっぱガーリックパウダー、これつけるだけでだいぶやみつきに感じになるんで、ぜひねガーリックパウダーねある方はかけてほしいなっていうのと、タレはねいろんな種類あった方が楽しめると思うんで、お子さんとねもうそうなんだけど旦那さんにねおつまみ作ってあげるときにいろんなソース用意してあげた方がいいんじゃないかなと思います。はい、あとはもうサックサクで中柔らかくてめちゃくちゃ美味しいのでぜひ作ってみてください。ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。